皆さんこんにちは、わたたびです。今回は北海道の穴場のスポットを巡っていきたいと思います。絶景や温泉たくさん見つけましたので、早速向かいます。まず最初に肥北の滝を目指すのですが、場所は北海道の名寄市の市街地からそう遠く離れていない山の中にあります。とはいえかなりの秘境感がある場所です。山道に入ってすぐですが、人の気配は全くありません。うわ、足かい。お、びっくりした。俺クマかと思った。お、びっくりした。まあ向こうもびっくりしたやろうけど、そっといるかと思った。踏む？ギリギリ。よし。これはきついか。やめるか。やめようか、危険やね。あの先まで見てみるわ。わ、これはすごいな。いや、この先行くやつおらんか。でも車の後じゃないんこれ。あ、タイヤが滑ってるわ。落ち葉で。やめよそやな、これはダメですね。タイヤがもう滑るわ。徒歩で行くか。歩く？どれぐらいなんやろ。こっから？わかんない。オフロード向けの車なら行けそうですが、この車では厳しいようです。目的地を変更してすぐ近くにある激流の滝を目指します。道の状況はさっきとあまり変わりません。住所は中川郡美深町になります。美深町には16滝と呼ばれる16カ所の滝があり、その中の一つが激流の滝です。こっから歩くのかな、どうなのかな。激流の滝、すごかったな、道なあ。何がすごいって2人ともパジャマやからな。
次に向かうのはここから約 157km、 車で約3時間の場所に位置する山彦の滝を目指します。山彦の滝はマルセップ市街から上森方面に16キロのところにあり、滝までの遊歩道や駐車場が整備されています。ここまでは行ける。冬期間閉鎖、10月下旬から4月下旬まではトイレ使えないみたいですね。結構有名な観光地なんですかね。すごいライトアップしたり、これすごいですね。滝が凍ってるんですかね。うわすごい。山彦の滝まで200メートル。うわすごいな。これ見たかったですね。うわすげえ。通常こういうね緑と滝と綺麗だと思うんですけど、多分今ね緑がないんでどんな景色かわからないですけども、行ってみたいと思います。溶血凝海岸っていう岩から流れてる滝なんですね。普通の滝よりはちょっと独特な岩肌のした滝が見ることができますね。こちらも、ヒグマ、生息地です。人の存在はアピールしましょう。結構急勾配なんですかね。一応杖も置いてあります。よし。お、今なんか物音がしましたね。雪のせいか。鳥居がありますね。うわ、結構雨降ってきました。最悪。よいしょ。看板が綺麗で綺麗な観光地だと思ったんですけど、なんかもう荒れ果ててますね。道はちゃんとあるんですけど、よいしょよいしょ。よいしょ。滝が見えてきました。よしよしよし。よいしょ。うわすごいな。そんなに水量はないんですけどね、洞窟感がすごい迫力あります。滝の高さが28メートルで、ここから、500メートル進むとまた別の滝があるみたいなんですけど、500メートルなかなか大変ですね。ここから滝の裏側に行けそうです。
こんな立派な滝なんですけど、滝の音はめちゃくちゃ優しいです。滝の裏側です。何か祀られてますね。昭和42年、そんなに古くはないですね。もうちょっと撮影したかったんですけど、ちょっと大雨になってきたんで帰ります。よし。こんな綺麗に虹出る？すごい。虹じゃん。狐の嫁入りやん。すごい。取れてるかなこれ虹。なんとここですね、24時間365日入れる温泉だそうです。券売機で入浴券を買って、こちらの入浴券入れに入れて入るっていうスタイルの温泉です。で、入浴料金が400円とめちゃくちゃ安いです。気をつけないとダメなのが、毎週月曜日および金曜日の午前9時から12時は、清掃のため、入浴できませんということです。入ってきました。今ね、まだ4時10分ですけど、外真っ暗です。で、こっちの大浴場の方は少しぬるめでした。そしてこっちの浴槽は少し厚めの浴槽となってます。こっちの浴槽は浅くて半身浴みたいな感じになります。頭から洗ってで体を洗うんですけど、洗っても泡が落ちないなと思ったらですね、ここのシャワーも、源泉を使用してまして、
めちゃくちゃヌルヌルなんですね。泡がね落ちてない感覚に陥ってしまいました。日本三大美人の湯どれも入りましたけど、ここがね一番トロトロヌルヌルの温泉だと個人的に思いました。言い方悪いですけど、漂白剤に使ってるようなそれぐらいヌルヌルの温泉でした。でなんで浴槽の部分がすごいね滑りやすくなってるんで、気をつけて入った方がいいと思います。ちなみに温泉成分は単純硫黄泉ですね。ほのかに硫黄の香りがするっていう感じでした。近くにね訪れた時は入浴してみてはいかがでしょうか。いやめちゃくちゃ最高でした。いや本当おすすめです。ここさっぱりやな。ぬるぬるやったな。めちゃくちゃぬるぬるやったわ。ほんまシャンプーの泡がさ、なんか洗っても落ちひんなと思ったけどあれ源泉やったもんな。びっくりした。車が凍ってます。大社駅もね水を足してたんで凍っちゃってます。今日は Google マップで洞窟を見つけましたので行ってみたいと思います。場所は北海道の東部に位置する北見市で、ニコロ山の中腹にある石灰岩が浸食されてできた鍾乳洞、三郷洞窟を目指します。北海道で最初に確認された鍾乳洞遺跡で知られているそうです。この林道から約 4.3 キロ進んだ場所に洞窟はあります。はい、到着しました。三郷洞窟です。この下にあるようですね。よいしょ。何の下調べもしてないんで、近いのか遠いのかも分かりません。一応熊鈴鳴らしときます。よいしょ。結構しんどい。結構しんどいな。どこにあるんや。まだまだ続きますね。ここからまた上に上がるようですね。夏みたいにね草木が生い茂ってないんで歩きやすいです。仮にね熊が出たとしても確認しやすいです。あれですね。す
すごい。こちらですね。石灰岩が浸食されてできた自然洞窟で、北海道で最初に確認された鍾乳洞遺跡だそうです。縄文時代にここが住居として利用されてたということですね。洞窟の中から縄文土器とかが見つかってるそうですね。中は結構広いですね。こちらに熊がいるかいないかが一番心配ですね。ここで暖を取ったりするのかな。入り口はこんな感じです。右手と左手と分かれるんですね。こっちは一応中もう一回見とこう。いや、分からんな、この地図。まあいいや。怖いな。熊が怖いわ。コウモリとかそういう匂いはしないですね。蚊がむちゃくちゃ飛んでます。うわ、すごい。最悪や。ここで終わってます。やばいです。この蚊の量は。行き止まりなんで、とりあえず引き返します。次、こちらですね。っていうか、終わりここで。いや、終わりですね。そやな。上も特に。どういうこと？これだけです。皆さん、期待させてすみません。洞窟はこれだけでした。嘘やん。めちゃくちゃショックなんだけど。よく読んでみたらあれですね。住居として利用されたのではなく、一時的に滞在するキャンプ地として利用されたものと考えられていると。なるほど。すごいですね。縄文時代から、キャンプが流行ってたみたいです。まあ、それは冗談として、思ってた洞窟とは全然違いましたが、貴重な洞窟だと思います。帰ってきました。場所は北海道の東部網走市にあり、あまり知られていない穴場の絶景で、名前のない小さな沢から流れる滝です。道がないんで適当に山道進みます。多分すぐそこがね、もう海なんですぐにたどり着くかなと思います。よし、こんな場所に滝なんかあるんでしょうか。あったらめちゃくちゃ穴場スポットですね。海ですけど、
断崖絶壁ですね。これ降りるとこがないかも。怖っ。川があるんですけど、これをたどればもしかしたらその滝の上にまで行けるかもしれませんね。行ってみます。帰り道がわからないですね、これ。まあいっか。深いな、ここから。行けるかな。深い。ほんまや。じゃあ行こうか。おお、ダメだ。ダメだな、これ。断崖絶壁や。この下が滝かもしれませんね。行けません。怖くて覗けませんが、この下は滝になってます。下から見たかったんですけど、どっから降りたらいいのかわからないですし、降りたところで多分ひたすら歩かないとダメかもしれません。はい、じゃあ戻ります。用事を済ませていると夕方になりましたので、温泉に向かいます。場所は斜里町にある知る人ぞ知る温泉、越川温泉です。しました。今ね、夕方の3時40分ですけど、真っ暗です。濡れるんで急ぎます。こちらですね。おお、わ、すごいカメムシの匂いしますね。あとね、なぜかわかんないんですけど、この室内がむちゃくちゃ暖かいです。電気がないんでね、真っ暗ですね。あまり中の様子がわからないですけど、こちらが温泉。こっちはトイレかな。すいません、真っ暗で。ここが脱衣所ですね。すごい。はい、こんな感じですね。24時間入れる、温泉です。協力金200円で、入浴することができます。これ床暖房が入ってるんですかね。もしかしたら足元がむちゃくちゃあったかいです。
管理ができなくなり、明かりを用意して利用をということです。今はね、電気がつかないみたいですね。こちらに入れるみたいですね。200円出ます。はい。ではね、入りたいと思います。はい。こちらが更衣室ですね。そしてこちらが温泉。いいですね。ちゃんとね、男湯と女湯は仕切られてますね。それでは、入ります。結構、厚めですね。熱っ。加水できるみたいです。こちらをひねると、水の勢いが出ましたね。これで、なんとかなりそうです。いや、めちゃくちゃ温まりました。ちょっとね、暑いぐらいで44度、45度ぐらいで、加水すればね、自分の好みの温度にすることができます。ただね、今すぐにね、地元の方が、入浴に来られて、一応ね、加水してますけどとお尋ねしたところね、ぬるいのちょっと苦手だっていうことで、熱いお風呂に我慢して入りましたけども、やっぱり地元の方優先なので仕方ありませんね。地元の方と入浴してきたんですけど、ここは暖房がついてるんではなくて、この床にですね、温泉が流れているそうです。それで足元が暖かいそうです。温泉を引いてこの室内を温める、なかなか画期的な考えですね。そしてね、温泉は無色透明の鉄の匂いがする塩分の強い温泉でした。よいしょ。ほとんど利用される方がいないそうで、地元の方だけっていう感じで、夕方6時ぐらいに結構人が増えるそうです。近くにね来られた時は200円でね入れるんで、そしてシャンプーリンスも使っているみたいなんで、体を洗うこともできます。よかったらね、皆さん利用してみてください。ちょっと塩分で体がベタベタするんで、真水で体の洗える温泉に行きたいと思います。